セベクに寝癖をどうにかしろと言われて髪を整えていたら遅くなってしまった。帽子もかぶるし気にする必要はないだろう。プレゼンターを待たせずに済んだのは良かったが。気が重い。早く帰りたい。どうも、プレゼンターです。誕生日おめでとうございます。プレゼンターはイデア先輩か。お祝いの言葉感謝する。なるはやで終わらせたいんでインタビューに入らせてもらっても。そうか、忙しい中すまない。早速始めてくれ。それじゃあ最初の質問。飛行術は得意ですか不得意ですか？飛行術は比較的得意だ。他の科目と比べての話だが、連続で飛行できる距離も自在に方向転換をする技量も、それ以外も至らない点は多い。この学園で得た学びを糧にしてまだまだ精進しなければ。なんつう羨ましい話。ご自分に伸びしろがあると確信していらっしゃる。それって生まれつき身体能力やセンスに恵まれてる人間だけに許された特権じゃん。生まれつきの身体能力やセンスについては分からないが、俺も初めからうまく飛べたわけではない。初めてほうきに乗って飛ぶことになった時は地面に倒した状態から浮かせるのにさえ苦労した。掃除中の動きが目に焼き付いていたせいだろう。どうしてもほうきが起き上がってしまって。まあそもそもほうきって飛ぶための手段じゃなくて掃き掃除をする用途の道具だしね。ああ、モップとバケツを引き連れて家中を自由に掃除して回るほうきの姿は簡単には忘れられない。穂先の部分が2つに分かれて足のようになり、人間そっくりに歩き回るんだ。何その変な夢。シルバー氏ストレス溜め込んでるの？夢ではない。幼い頃実際に目にした光景だ。あの時は本当に驚いた。それに胸が痛んだ。ほうきもモップもバケツも生きているのに彼らを物として扱うというひどい真似をしてしまったと。だから父が魔法で動かしていると知った時は心の底から安心した。なるほど、そういうオチですか。それにしても魔法を使って掃除とか、シルバー氏のお父さんってなかなか合理的なんだね。合理的？どうだろうか。そもそも俺の故郷では魔法を使って掃除をするのが一般的だ。は？じゃあどうしてシルバー氏は魔法でほうきを動かしているって気づかなかったわけ？当時はまだ幼く魔法も発現していなかったし、俺と父は町から離れた森に住んでいた。町に暮らす人々とはほとんど交流がなく、彼らの暮らしぶりもあまり知らなかったんだ。それって家族以外との接点が少ないってこと？そこだけはちょっとだけ親近感湧きますな。では次の質問。得意な授業は何ですか？体力育成だ。はい。ほんの少しでも親近感を覚えた拙者が愚かでしたわ。体力育成とかどの課題も苦手で単位危ういんだけど、参考までにどうすれば得意になれるの？どうすればか。難しいな。身体能力を問われる課題ではあまり苦労したことがない。入学当初から授業で求められる筋力と持久力はある程度備わっていたと思う。実家にいた頃は川で水を汲んだり薪を割ったりして日常生活が鍛錬を兼ねていた。今にして思うと家の近所に暮らす動物たちとの追いかけっこで足腰を鍛えられた部分もあるだろう。水汲み、薪割り、動物と追いかけ。拙者とは縁のない言葉の羅列なんだが、しかしやはり父の存在が一番大きい。俺が物心ついた時には日常的に稽古をつけてくれていた。物心ついた時には？拙者だったら辛すぎて家出する治安。確かに過酷な鍛錬も少なくなかった。もう無理できないと弱音を吐いたこともある。その度に父は時に厳しく時に優しく俺を励ましてくれて、険しい崖を登る途中で挫折しかけた時は俺の隣に来て
見本を見せてくれた。軽い身のこなしでスイスイと登っていくから、結局その場に置き去りにされてしまったんだが。険しい崖をスイスイ。シルバー氏のお父さんヤバすぎては。ああ、すごい人だ。その父が俺ならできると信じてくれたからこそ成長できたのだと思う。それにセベクが父に弟子入りしたことも俺にとっては幸運だった。セベクは努力家で負けず嫌いだ。鍛錬中も事あるごとに俺と張り合ってきた。うわぁ、めんどくさ。一緒に鍛錬するようになってからしばらくは何かと突っかかってくるあいつに困惑していたが、いつしか俺の中に負けたくないという気持ちが芽生えていた。尊敬する父を目標として己を高めるに徹していた頃にはなかった感情だ。ただ競い合うばかりでなく、二人で協力して試練を乗り越えたこともある。あの達成感は一人では決して味わえなかった。切磋琢磨できる相手がいるのは素晴らしいことだ。要するにどういう運動をするかじゃなく、誰かしらと一緒に取り組むのが大事ってこと。メトゲさえ基本ソロプレイの拙者にリアルで一緒に運動できる人なんているわけないじゃん。一緒に鍛錬する相手を探しているのか。都合がつく日なら俺とセベクが付き合おう。いや、拙者そもそも体を動かすの嫌いなんで結構です。はい。やっと終わりが見えてきた。お待ちかねの最後の質問ですぞ。休日の過ごし方を教えてください。休日か。馬術部の活動日は部活に出て、それ以外は日課の鍛錬をこなしていることが多い。この間の休みは珍しく麓の町に出かけたが、これ完璧に掘り下げなきゃダメな流れ。シルバー氏、町には何しに？食事だ。部活を終えて寮に戻る途中でラギーに声をかけられた。助けてほしいと言われたのでついて行ったんだ。あの時は何事かと焦ったが、普通助けてほしいとか言われて行く気になる？絶対に何かのフラグじゃん。ラギーにせかされるままほうきに乗って街に出たら、目的地はレストランだった。なかなか混んでいて、店の奥にある一番広いテーブルにはうちの学園の者たちが何人もいた。彼らの名前は知らなかったが、ラギーがそのテーブルに着いたので俺も隣に座った。説明もなしに連れてこられて知らない集団と店で合流。嫌すぎるんだが。そうか。俺は特に気にならない。全然人見知りしないとか、シルバー氏も何気に陽キャ。まあどうぞ続けてください。その日は店長に腕相撲で勝ったら食事代無料という企画が行われていた。腕に覚えのあるラギーの友人が多数挑戦したが、全員が数秒も持たずに敗北。窮地を救ってくれるものを探しにラギーは慌てて学園まで戻ったというわけらしい。なるほど。ラギー氏が学園に戻って最初に見つけたちょうど良さげな人材がシルバー氏だったわけね。天使は怪我をさせてしまいそうだと俺を心配して初めこそ手加減してくれていたが、俺が本気で挑んでいると気づいてか、最終的には全力で相手をしてくれた。最初はシルバー氏の爽やか王子系ビジュアルに惑わされて舐め腐ってたんでしょうね。勝負が終盤に差し掛かると、ラギーたちだけでなく他のテーブルの客も俺たちに注目していた。しかも頑張れ、負けるな兄ちゃんと応援する声まで聞こえてきて、苦しい戦いだったが周りの声援のおかげで最終的にはどうにか勝利を収めることができた。町の人にもみくちゃにされたり、同世代の友人だけで集まって賑やかに食卓を囲んだり、どれも故郷で暮らしていた頃にはなかった経験だ。印象深い、とても貴重な休日を過ごせた。インタビュー終了。じゃあシルバー氏、このほうきをお受け取りください。尾の部分が花束になっているんだが、飛ぶのはともかく掃除には使えそうにない。シルバー氏×白い花。眩しすぎて目が潰れる。可及的速やかに飛行準備に入ってくだされ。そうか、イデア先輩は忙しいんだったな。急いでバースデーロードに向かおう。
鳥たちが集まってきた。お前たちと一緒に思いっきり空を飛ぶとしよう。